皆さんこんにちは。アリンコチャンネルのアリンコです。本日はスコットランド横断の旅第1弾となります。いろんなことを4泊5日に詰め込みました。スペイン旅行の動画と交互に上げていくと思うので、両方お楽しみにしてください。それではLet's get started。 アリンコチャンネル in UK。 今回の旅行の全体像をご紹介すると、まずロンドンからハイランドにあるインバネスに飛行機で行って、レンタカーでフォートウィリアムに行き、ハリーポッター電車に乗ってマーレグ観光、スカイ島に移動して爆速観光して、グレンフィナーに戻ってハリーポッター電車を絶景ポイントから見て、グラスゴーに移動し寝台列車に乗ってロンドンに帰るという盛りだくさんの旅。ちなみにこの日程を組むのにとっても時間がかかりました。最初はスカイ島だけレンタカーを借りて、あとはバスで移動のつもりだったのですが、イギリスらしいハプニングが連発し断念しました。今後のスコットランド旅行をする際に参考になると思うので、動画の最後にエピソードと注意点をご紹介します。本当に諦めようと思ったぐらい大変でした。まずはインバネスでレンタカーを借りました。何度もお世話になっているエンタープライス。この車お分かりでしょうか。マニュアル車しか残っておらず、仕方なくマニュアル車に。マニュアル車といっても携帯のコードさえあればスクリーンにつながってマップも見れますし、音楽も聴けます。ですがマニュアル車の不安な方、ご安心ください。車のメーターの近くに3速に上げて2速に下げてという表示が出るんです。オートマ車とほぼ変わらず運転できた気がします。マニュアル車楽しかったからまた乗りたいです。さてインバネスに着きました。ここはハイランドの中で一番栄えてる街とのこと。軽く観光しましたが時間がなかったため軽くご紹介。インバネス城やネス川沿いに立つ聖アンドリュース大聖堂、ハイランドでウイスキーの蒸留所として有名なトマーティン蒸留所、インバネス博物館や美術館など、半日あれば楽しめる観光所がたくさんあります。今回止めた駐車場や観光名所を Google マップのリストで公開しています。気になる方は概要欄に貼っておくのでご自由にご利用ください。今日は明日の朝発のジャコバイト号に乗るため、出発駅であるフォートウィリアムに宿泊です。インバネスからフォートウィリアムまでは車で2時間弱のドライブ。とってもおしゃれな宿に泊まることができました。駅から徒歩10分圏内でとっても便利。次の日ジャコバイト号に乗ることを話したら、チェックアウト後も車を置いといていいよととっても優しいオーナーでした。ジャコバイト号は往復チケットだけなのでフォートウィリアムに戻る電車なのです。ちなみに以前こちらの動画で紹介したこちらのチップスが売店にあったので、今後流行って普通に出回ることを期待しています。部屋も申し分なく暖房も普通に使え、快適な一泊目となりました。朝ごはんもオーナーが作っていてビュッフェ方式でとっても美味しかったのでおすすめです。さて夕方に着いたのでご飯屋さんを探すことに。このレストランは18時頃に行きましたが混んでいて20分ほど並びました。店内もおしゃれで、このお店のオリジナルビールなどメニューにあったので楽しめるかと思います。フォートウィリアムは街全体は小さいのですが、ストリートはおしゃれさを感じました。電車が止まる街なので宿場町といったところだと思います。注意点ですが、本当は横断の旅を電車とバス、スカイ島のみレンタカーのつもりでした。スケジュールを組めますが、日曜日が絡んでくると途端に本数が減るので時間のロスになること。平日ならまだうまく組めると思います。スカイ島付近のレンタカーにご予約はメールでって書いてあったのに、連絡しても一向に帰ってこない。3件。帰ってきたのは3週間後とかで予約もいっぱいとのこと。電話するのが一番早かったです。鉛はそこそこなので大丈夫かと変更してレンタカーを初日から最後まで借りることにしました。結果時間に余裕ができて楽しめたので良かったです。運転しながら
コットランドの絶景を楽しめるので車移動おすすめです。次回の動画ではジャコバイト号編となります。蒸気機関車の運転席に入れてもらえたり、もちろん乗って違う日に絶景ポイントから写真を撮ったりなど盛りだくさんの動画をご紹介したいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。